はい、というわけであらかた溶接できました。今溶接された部材が1つ、2つ、3つ、そして4つ。1つのスイングアームになる予定の部材がまだ4つに分かれた状態です。ただ大体のものが溶接されました。こちら側はビードの外観が良くなかったので落として、裏側は残してます。はい。正直言いますと、100V 溶接機、100V であるということは良いとして、ノンガスでやっているということで、ビードの外観がどうしてもですね、綺麗にするのが難しい。難易度が高い。はい。なので、こんなもんですね、正直こんなもんです。はい。というわけでですね、今から全体を溶接で組み立てていくという感じになります。で、今現在この状態で、ベアリングを圧入してあります。はい、ベアリング圧入してあります。こちらもベアリングを圧入してあります。で、ジグを作らないといけないかなと思ったんですけど、よくよく考えたらもうこの常磐がジグみたいなものなので、V ブロック4つあれば、ジグを作る必要もなく溶接できるかなと思います。ここのベアリングとこっちのベアリングの同軸度がどの程度出せるのかっていうのが重要なポイントになります。数字でね 0. 点何本以内みたいな言うほどうるさくはないんですけど、10パイのこのスイングアームのシャフトが通ればいいという程度の精度が出れば OK と。であらかた溶接を終わらしておいて、最後にここを合わせて溶接すると、2本合わせて溶接すると、最初の段階でね、全部の部材をジグで固定して溶接していくと、全ての歪みがわけわからんことになって、最終的にここが合わないっていうことになりかねないので、もうおおよそ溶接してしまって、歪んだら歪んだでよしとして、最後の最後ここで帳尻を合わせるという方法を取っていきたいと思います。というわけで溶接していきたいと思います。はい、こんな感じでセットが完了いたしました。V ブロックを4つ使いまして、自作のクランプで4点押さえ込んで固定が完了しております。溶接していくと歪みが発生するので、それを押さえ込むためにこんな感じで固定しているという感じになります。で、溶接の歪みについて少しだけ話しておくと、溶接したところが素材を引っ張ります。なので、例えば、こんな感じで溶接をすると、ここを溶接した場合、素材が引っ張られてこんな感じで歪みます。と同時に、
こちらのパイプもここに引っ張られるので、こんな感じで歪みます。で、例えばパイプをこんな感じで一周溶接する場合だと、こっちで引っ張られた分、こっちでこんな感じで引っ張られた分も、こっちを溶接すれば、応力が釣り合うので歪みにくいです。なんですが、最初に溶接したところを歪んだ分だけを戻るのかっていったら戻らないと。なので、ここを溶接した時に物理的にしっかりと固定をしておいて動かない、固定されてるから動かない状態にします。そしてここを溶接してやると、応力が釣り合うので、クランプを全部離した時に、ある程度歪みが抑え込まれた状態になると。なので、こんな感じで部材を拘束して溶接していくという形になります。どんなにガチガチに拘束してもですね、歪むものは歪むんですが、ある程度これで抑えられると。ピボットの部分とパイプの部分は溶接を一周するので、歪みっていうか溶接応力が均一に分布するので、抑え込んでおくとある程度歪みにくい箇所になるんですが、こちら、今からこのブリッジパイプのこの部分とこの部分、この部分とこの部分を4箇所溶接します。ここの溶接箇所っていうのは、ここを溶接することによって、このパイプが曲がります。ここを溶接することによって、このパイプが曲がります。それぞれ内側に曲がっていくんですが、例えばここで言うと、こっち側に溶接するところがないので、基本的に曲がりっぱなしになってしまうと。なので、今から先にここを溶接して、で、どの程度歪みが出るのかを観察して、対策をした後に、こちらの溶接をしていきたいと思います。ガチガチ。案の定抜けないですね。これが取れない。そんな硬い。取れた。案の定ここを溶接したことによって内側に曲がったと。でこれで押さえてたんだけどもここが短くなって入らなくなってたと。さあ修正していきたいと思います。曲げたな。
なんやかんやと微調整した結果、なんとかシャフトが、入るようになりましたが、このピボットブロックとパイプの間に隙間ができてしまったので、パイプをちょっと輪切りしたやつを隙間入れて埋めてます。まあ妥協っぽいですが、これで本溶接ここしたいと思います。よし。やっぱ抜けんな。あ、でもまあ軽く抜ける方か。案外軽く抜ける。シャフト抜けたけど、あ、意外といける。意外といけるやんけ。というわけで溶接一旦ほぼほぼ終わり。ほぼほぼ終わりです。まだね、補強のプレートとかを溶接するつもりですが、まあメインの溶接は終わりと。こちら、ここに収まってたこのカラーが、コンマ5ミリほどフレームより幅が広いです。で、これが意外と取れたんで、おそらく入る。フレームに入る。そして意外と抜けたんで、おそらく通る。スイングアーム単体だとシャフトはスイングアーム単体だとシャフトなんとか通る。これはおそらくいけたぞ。まあご覧の通りですね、やっぱしならして入れなあかんので、精度が出てんのかって言ったら出てないんですが、組めると思うというわけで組んでみましょう。しゃあ。幅はね、幅ぴったりですね。ぴったりすぎるぐらいやけど、多分純正はこんなぴったりじゃない。もうちょっと余裕を持った寸法ですけど、狙わずして無駄にぴったり。はい。もうちょっとね、余裕ができたらよかったけど、まあぴったりと。入ったねー。おっしゃー。やったな、これは。やったわ。しゃー。マジでやったね、これは。ふぅ。入ったわー。入った。入ったな。しゃー。はい。
やったね。山場乗り越えた。大変やったな。ここね、盗みなんすよ。プリントした時点でね、ここが干渉するっていうのが分かってたんで、ちょっと盗んでましたね、実物は。はい、というわけで、組み立てできる程度には、精度よくできたと。やったわ、これは。やりましたわ。お世辞にも出来がいいとは言えませんが、個人的には非常にやりきった達成感のある制作となりました。ありがとうございます。いや、これね、できへんのちゃうかなと思ってたところもあったので、溶接して組めへんのちゃうかっていうところもあったので、非常に、いや、いいわ。非常にいい。非常にいいです。ここ溶接が近かったから、ベアリングもしかしたら焼けとうかな、大丈夫かな。まあ、ベアリング交換してもいいかもしれないですね。まあ、できたわ。精度はね、悪いです。精度はね、悪い。ここの同軸度は多分1ミリ近くずれとると思いますね。1ミリはいってないかもしれないけど、まあそれに近いレベルで同軸度ずれてると思う。10パイのスイングアームのシャフトだからこそ、しなりながら通せるという感じです。これもね、加工依頼を受けてね、やってるもんやったら、うつうつしい結果なんですけど、自分のもんやということなんで、まあ全然 OK でしょう。全然 OK。コメント欄とかで、まあ、切削部品が美しいとかですね、かっこいいとかですね、言ってもらってて、もちろん言ってもらって嬉しいんですけど、まあ、このパッケージになるともうその美しさはないですよね、残念ながら。溶接がこんなんで、まあ、ノンガス溶接機の限界でしょう。美しさ云々っていうのに関して言えば。ただ、おそらく強度はね、出てると思いますので、美しさはないけれども、十分、私にとっては十分、まあ、精度も、美しさも、そこそこというところではありますが、個人的には非常に満足しております。そして、こちら。もう、こっちだけちょっとつけてみましょう。どうでしょうか。裏側はこんな感じです。非常にいい。まあまだね、出来が悪いですけど、塗装したらね、これ綺麗になりますから。やったな。やったわ。はい。言うほど喋ることないです。もう今日はこれでしまいとしたいと思います。今回の動画面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。